皆さんこんにちは、タサン島です。今日は肉うどんを作りたいと思います。オーストラリア産の牛肩ロース切り落としという海外の安いお肉を使います。ただ国産の美味しいお肉を使えば使うほどやっぱり柔らかいし甘みも出るしいいと思うんですけど、もし、牛が苦手とか、牛肉ちょっと高いので、豚バラとかそういうスライス切り落としとか豚肉でも同じように作っても美味しいと思うので、お好きなお肉の種類を使ってください。それでは早速作っていきます。牛肉をまず、大きさを見てもらって、切り落としなのでいろんな形が入ってるんじゃないかなと思うんですけど、で、ちょっと見てみますけど、結構ちょっとこれは長いので切っておこうと思います。ざく切りにしておきます。丁寧に切るっていうよりかザクザク切って、でちょっと今日ラードが入っていて、お肉自体にはすごい霜降りっていう、海外のお肉なので霜降りっていうわけじゃないので、このラードを1個だけ煮る時に入れたいと思うんですけど、油の加減っていうのも人それぞれ好みがありますし、あとどのくらい霜降りのお肉とか、どのくらい油が噛んでるお肉かっていうのは買ったお肉によって違うと思うので、その辺の判断は個人の好みの感じで、もしラードがついてない場合もあると思うので、油がちょっと欲しいなっていう人は入れてもいいかなと思いました。じゃあお肉は普通にざく切りをしてもらって、今日はシンプルに牛肉だけが乗った肉うどんにしようと思うので、お肉の油分っていうのは少しちょっとあっさりとしたうどんの中でもアクセントになるところなので、少し4、5センチにカットしました。じゃあこれを鍋に入れて、分量は今日は、合計で300ちょっとぐらいありますけど、お肉の量なんで本当に少なくても多くても好みでいいかなと思います。はい、鍋に入れて、ラードも一つだけ入れておきます。お酒が大さじ2杯ぐらいですね。そしてみりん大さじ3杯ぐらいですかね。お醤油大さじ5杯ぐらい。甘辛く煮ていくんですけど、これはどのくらい甘くするかは好みだと思うので、私は大さじ1杯ぐらいのお砂糖を入れておこうと思います。はい、この状態で蓋をして煮ていきたいと思うんですけど、蓋をする前に一度しっかり調味料を沸かして沸いてから蓋をして、で火加減を決めていきます。で私は、山口県の出身で、結構普段食べていた肉うどんが割と甘めだったので、ちょっと甘めの方が好きなんですけど、うどん自体も本当にだしの、好みって地方によって変わると思うので、あまりなんかこの味がおすすめですよとは言えないんですけど、私は自分が好きなようにやってます。でお肉はやっぱり柔らかい方がいいので、割と時間をかけて柔らかく煮ていきたいと思います。はい、今調味料が沸いてきたので、一度ちょっと軽く混ぜておいて、だいたい調味料が全体に混ざったなっていうところで蓋をしたら火を弱火に落として、この状態でそうですね、20分から30分ぐらい煮たいです。今日ちょっと量が少ないので20分ぐらいでいけるかもしれないんですけど、今日特に外国産のお肉で肉質もちょっと硬いので、長く煮る方が柔らかくなるかなと思います。ではお肉を煮ている間に、だしとうどんを温める用のお湯を沸かしておきたいと思います。今日は茹で麺を使うので、さっと温めるだけにします。でこれレンジで調理できる麺もあると思うので、レンジで温めてもいいと思います。今日はちょっとお湯でさっと温めたいと思います。
最初に混ぜたんですけど、やっぱり火が入っていくうちにそのまま煮固まってしまうので、途中で何回かほぐすといいと思います。でほぐしておいた方が調味料も均一に肉に染み込みやすかったりするので、あと火も均一に入ってくれるので柔らかくなりやすくなります。はい、こんな感じでほぐれたらまた蓋をして、でついでに味を見ておくといいですね。ちょっと甘さが足りないかなと思ったので、もう一杯お砂糖を足しておきたいと思います。お肉の役割はやっぱりそのうどんの中の結構大きなアクセントになるので、味は少し、濃いめの、甘みが苦手じゃなければ甘みもちょっと強めの方がこう食べ進めていくうちのそのアクセントとして生きるのかなと思います。でお肉は柔らかく煮えてた方がやっぱりうどんの柔らかい食感と馴染みがいいので、できればここはちょっと少し時間をかけて柔らかく煮てあげた方がいいのかなと思います。お醤油の種類によってちょっと塩分の濃度が違うので、お醤油とかはちょっと加減しながら、味を見ながら加減して決めていってください。火加減的にはポコポコ沸いているくらいの弱火で煮ていきます。だしを普段取られる方はちょっと濃いめに取っていただいて、私はだしパックを普段使うのでだしパックで取りたいと思います。で、粉末のだしを使われる方も少し濃いめにだしを作っておきます。2パック入れたいと思います。ここでだしを、煮出してしっかり濃いだしを出してから、さらにめんつゆで、味をつけていきたいと思います。普段どのようにされるかによって違うと思うので、お出汁を取って、お醤油とかみりんとかお酒とか入れてうどんだしを作られるっていう方はそのようにしていただいてもいいし、うどんのスーパーで売ってるスープとかを使ってもらってもいいと思います。だしはしっかりちょっと濃いめに効いてた方がうどんには合うのかなと思います。今、10分ぐらい経ってこういう感じの状態です。はい、では、ネギを仕上げに使いたいので、ネギをちょっと切っておきたいと思います。小ネギでもいいし、普通の白ネギでもいいし、今日はネギが半分に切りましたけど、普通に小口切りで大丈夫だと思います。でうちは薬味をみんな好きじゃないので、私の分だけっていう感じになっちゃうので、少し量は少ないんですけど、好きな人はたっぷりここで、切ってもらって用意してもらって、でさっと水で洗っておきたいと思います。でしっかり水分を取っておきます。だしが今5分ぐらいですかね、煮出して、味を見てだしがちゃんと出ているか見てみたいと思います。そしたら、今日はめんつゆで味をつけるんですけど、お醤油で調味料でこのまま味をつける人はもう気持ちだしを増やしてもいいかなと思います。で今日はつゆにもだしが入っているので2パックにしておきました。あとはお使いの、めんつゆの、希釈の、割合があると思うので、それにそれを見ながら入れていってもらうんですけど、だしパックも塩分がついてるものとないものがあると思うので、その辺をちょっと、意識しながら自分で好みの、麺のつゆに仕上げてください。はい、では麺つゆもできて、お肉の方も柔らかくなってるかどうか確認します。20分ぐらい経ったところです。こんな感じで水分ほとんど蓋をして煮てるのでほとんど減ってない状態ですけど、お肉は、ほぐれていて、あとちょっと硬そうなところをちょっと食べてみて、で柔らかさとあと味がしっかり染みてるかどうかを、確認してください。結構表面だけに味がついていてもうどん食べてる間にどんどん薄まってきちゃうので、ここのお肉は結構しっかり味が染みてて、うどんのつゆに使っても味が残るぐらいしっかりした中まで味が染みている状態の方が
うどんに合わせるのに美味しいと思います。では、麺を茹でていきます。今日4人分の分量で作ってるんですけど、今ロマンと2人しかいないので、麺は2人分だけ、茹でて、残りは夜子供たちと一緒に食べたいと思います。ということで、4人分作る人はここで4人分茹でてください。少し入れて少し経ってからほぐした方がブチブチ切れなくていいと思うので、入れて少しお湯で温まってから触るといいと思います。でここからこの丼は3分と書いてあったので3分茹でたいと思います。私はうどんはちょっと柔らかめの方が好きなんですけど、それぞれ好みがあると思うね。あと乾麺を使う方もいらっしゃると思うので、好みの加減に茹でてください。はい、では、水を切ります。では盛り付けしたいと思います。まあそんなに今日はすごく簡単なメニューなので何のコツもないんですけど。では、うどんを入れたらスープはずっと一番弱火で火をつけているので熱い状態です。でもしここにもし、時間差ができてしまった場合は一度温め直して熱い状態のものを使ってください。お肉の肉汁もやっぱり旨味が出てて美味しいので、少しここでかけておきます。最後にネギを振って、お好みで一味とか七味とか必要なら。今日は肉うどんを作りました。ポイントはしっかり出汁を効かせるということと、お肉は柔らかく味をちゃんと染み込ませてあげることで、うどんを食べ進めてもお肉がずっとアクセントになって楽しくというか美味しく食べれると思うので、今日シンプルな料理なのであまりポイントも少なかったんですけど、よく我が家では日曜日のお昼とかによく作ります。分量は概要欄のところに載せておきます。それではさようなら。